皆さん、こんにちは。Speak Japanese Naturally のふみです。このポッドキャストでは、中級者、上級者向けに日本語や日本文化を紹介していきます。料理をしたり、運転をしたり、何かをしながら聞いてください。シャドーイングに使う場合には、音の高低、つまり音の上がり下がりにも注意してシャドーイングしてみてください。英語の字幕が見たい人は YouTube チャンネル Speak Japanese Naturally Podcast から設定で出すことができます。毎週木曜日夜7時更新です。ぜひチャンネル登録して聞いてみてください。はい、ということで毎週木曜日にポッドキャストをアップしてるんですが、私はもう一つ毎週木曜日にやっていることがあります。それは朝一番にバイブルスタディに参加することです。この4月でちょうど5年目に入ります。そのバイブルスタディなんですけど、私以外の人はみんなニューヨーク在住なんですね。だから彼女たちの時間で、夜6時半。それが、今の私の時間だと朝の8時半です。なので8時半から1時間バイブルスタディに参加しています。で、それに誘ってくれた友人はクリスチャンなんですけど、当時よく電話で話してたんです。よくキリスト教の話題になって、それを私は興味を持って聞いてたんです。というのも、英語を勉強していると、聖書の表現とか、聖書のお話が前提っていうか、ベースになったエピソードとか、そういうのがいろいろ出てくるんですよね。でもそれが聖書に関係あるってことを説明されないとわからないんです。だから英語の勉強をするなら、その聖書の勉強もしないとなってずっと思ってたんです。すごく恥ずかしいエピソードを言うと、例えばジェネシスって言葉がありますよね。皆さんはどうでしょうか？知ってますか？私ゲームとかでカタカナ語とかでゲームをしてるとかいうわけじゃないんですけど、なんとなくそういうカタカナ語で聞いたりするから馴染みはあったんです。でも意味をよく分かってなくて、その意味を調べようとも思ったことがなかったんですね。なので、そのジェネシスが創世記、つまり旧約聖書の一番最初のもののタイトルだって知ったとき、びっくりしたんですよ。そうなんだって。だから自分に常識がない感じがして恥ずかしかったんですね。なので一通り聖書を勉強したいなって思ってはいたんです。ただ誘われた時、私は英語に自信がありませんでした。1対1で話すならまだいいんですよ。でもそのグループだから周りは全員英語ネイティブの人たちばっかりなんで、ついていけるのかなって不安に思いました。しかもクリスチャンでもないのに興味本位で入るのは悪いんじゃないかなって思ったんですね。興味本位っていうのは単に面白そうだからとか単に知りたいみたいな感じです。知ったことをいい方に役立てようとか考えてなくて、ただ情報を得ようとしている感じですね。なんで例えば誰かが何か失敗した時に興味本位でいろいろ聞き出そうとするような行為は本当に失礼なことなんですね。心配しているわけでもないし、助けようってしてるわけでもないですからね。そう、だから興味本位で入ったら悪いんじゃないかなって思ったんです。私はクリスチャンになるつもりはなかったんで。で、何かの宗教を信じられる感じが自分自身になかったんですよね。で、今もね、それはね、ないんです。ただ別の国の人から見れば私の行動は
仏教とか神道の影響を受けてますねって思うかもしれないんですけどね。でもそしたらその友人が、それでもね、しろって思う気持ちは大事だしね、英語の勉強にもなるから、ぜひ入りなよって、説得してくれました。で、さらに、クリスチャンじゃないのは、私だけじゃないっていうことも、教えてくれたんですね。私以外に、多分私と同じタイミングでグループに入ったユダヤ人の女性が2人いたんです。今3人に増えてるんですけど、彼女たちは、ユダヤ教徒であって、キリスト教徒じゃないけど、キリスト教がどういうものなのか勉強したいからってことで、入ることになってました。で、日本ではユダヤ人っていうと、頭がいいとか、お金持ちっていうイメージがあると思います。いい意味でのイメージです。だから、ユダヤ人が子供にどういう教育をしているかとか、ユダヤ人大富豪の、その大富豪ってお金持ちってことです。の、なんか考え方とかの本とかがね、出てたりするんですよ。だから私、ユダヤ人ってどういう人たちなんだろうって興味があったんですね。また興味ですね。はい。で、それに、全員クリスチャンっていうわけじゃないならば、クリスチャンになりなよって強く誘われることもないかなと思って入ることにしました。で、丸々4年経ちました。入っている人たちが、ちょうど、全員女性だったんですけど、だからこそ本当に良かったんですけど、で、一番の収穫、勉強になったことは、その、入っている人たちが神様をどう思っているかっていうのが肌で感じられたことです。リーダーの人が一方的に答えを言うんじゃなくて、ここはどういう意味だと思うっていうのをみんなの意見を聞きながら進めていくんで、ここはそういう意味だったんだとか、この人はこういうふうに捉えるんだとか、なんかそういう驚きが毎回あるんです。最初に私が持っていた、キリスト教の神様のイメージっていうのは本当になんか変わりました。最初はですね、私が想像していた神様っていうのは、すごく優しい神様です。で、怒らないイメージでした。これは私のね、個人的な、勝手な想像ですね。で、私の周りにクリスチャンの人がいないので、私のキリスト教のイメージっていうのは、本とか映画から得たものです。で、日本のキリスト教文学って、私のイメージでは自己犠牲のものが多い気がするんです。自己犠牲っていうのは自分を捨てて周りを助けるということです。例えば、ちょっとかなり古い本ですけど、塩刈峠っていう小説があります。この小説の中で、あるクリスチャンの男の人がブレーキが効かなくなった列車を止めるために、列車の前に身を投げ出すんです。つまり、そんなことしたら引かれますよね。で、それによって列車に乗っている他の人の命を助けるためです。で、今、調べて知ったんですけど、これは本当の話だったそうです。本当の話がベースになって小説を書いたそうです。1909年の、北海道の塩刈峠というところで、峠っていうのはね、なんか山のてっぺんみたいなところなんですよ。なんで、坂がきついところなんですね。で、そこで、その時、そういう事故が起きて、長野正夫さんという方が、実際にそうやって、他の人の命をね、救ったそうなんですね。で、彼は、クリスチャンで、結婚の申し込みをするために、妻になる人の家に行く途中だったそうです。で、それが私の中のキリスト教のイメージだったので、神様もそういう感じなのかなって思ってたんです。なんか何をしても広く包み込んでくれるような。
でも、バイブルスタディを通して知ったのは、そうじゃないなってことですね。神様はなんかこう優しいとか包み込むとかよりももっと強い存在です。すべてを作った、すべてを知っている存在だから、その方にすべてを任せるみたいな。だから、神様の存在をまず信じないといけないし、神様がこうしなさいって言ったことは信じてやらないといけないし、まずそれがあるなと。で、それをしないと罰があって、でもちゃんとそうしていれば正しい方向へこう導いてもらえるという感じでしょうか。すべてを任せられる、心の拠り所にできる大きい存在かなと思います。これは私の感じたことなんで、違うって思ったら何でもコメントに書いてくださいね。で、そういうことを4年ぐらいかけて感じてきてたわけなんですが、今まで、聖書のいろんな部分を勉強してきて、最近初めて創世記をやってます。さっきのジェネシスですね。旧約聖書の一番最初ですね。で、その一番最初に、神様が、世界を作るわけですけど、いろいろな動物たちを作った後に、人間に、それらをルールするように言う一節が出てきます。で、私はこの一節を見たときに、ルールは日本語で支配って思ったので、支配、つまり好きにしていいの？そんなに人間って偉いの？って思ったんですね。好きにしていいから、こう動物たちの暮らす自然とかをこう破壊しても、それは OK ってことなのかなみたいな感じです。でも、そしたら、周りの人たちは、こう任せてもらえたんだから、責任を持って、しっかり面倒を見ないといけない。というようなイメージで捉えていたんです。つまり、私の rule イコール支配と訳したそこに問題というか誤解があったと思うんです。日本語の支配という言葉は、暴力的とか一方的とかこう悪いイメージが入ってくる言葉なんですよね。で、日本語訳の聖書を確認したら、でもそこでも支配って、訳されてました。言葉の持つイメージって1対1じゃないって皆さんもね、日本語を勉強してるから分かってると思います。でも、やっぱりこう、rule って見たときに、どうしてもこう支配って浮かんじゃったんですよね。で、その支配という日本語の持つイメージに、その文章の理解が引きずられちゃいました。でもそのバイブルスタディのみんなの反応を見てると、やっぱそうじゃないのかなっていう感じがあったんですよね。で、それを見てて、翻訳って元の文の印象をかなり変える可能性があるものなんじゃないかって思ったんです。でもそもそもバイブルスタディは英語の聖書でやってるので、元々のヘブライ語のものとはズレがあると思うんですけどね。ヘブライ語は旧約聖書の時代の言葉で、今のイスラエルの公用語ですね。で、ただそこまで突っ込むとややこしくなるので、今はヘブライ語についてはちょっと考えないことにします。で、ここで今日のテーマ、神様という言葉が持つ意味について考えていきたいと思います。rule イコール支配って思うと、なんかちょっと理解がずれるという話をしましたが、翻訳を正確にするって難しすぎるんじゃないのって思ったんです。で、その時に神様っていう日本語の言葉自体がキリスト教の一番大事な部分、God の意味をずらしちゃってるんじゃないかなって思ったんです。
キリスト教の神様って唯一神ですよね。唯一というのはただ一つのという意味です。一つだけのですね。で、神は神様の、神の音読みです。で、この後、また後でですね、日本の神様と区別するために、この唯一神という言葉を使うので、ちょっと覚えておいてください。で、God って英語で言った時の基本的な意味は唯一神のことですよね。でも、日本には、神様がたくさんいるんです。で、それを象徴する言葉として、八百万の神という言葉があります。八百万は漢字で書くと800万と書きます。つまり意味としては、非常に多くの、ものすごい数の、無数のという意味です。ただ、八百万は普通は神と一緒に使います。で、数百万人が集まるイベントがあったとしても、八百万の人が集まったなどのようには言いません。八百万の神で覚えておくといい表現です。で、そういう表現があるようにですね、その辺にね、神様がいるんです。もちろん神社には神様がいます。でもそれだけじゃないんです。例えば、富士山。富士山には神様がいます。というか、富士山そのものが神様と言ってもいいのかもしれません。なので、例えば富士山に登るときに、絶対にゴミなんか捨てちゃいけません。失礼すぎるから。失礼すぎるというか、そんなことをしたら悪いことが起きる気がしちゃうんですね。自分に。川とかもそうです。川にゴミを捨てたら、自分に悪いことが起きる気がするんです。ジブリの千と千尋の神隠し見た人はいますか？あれにはたくさん神様が出てきて、その中に川の神様もいましたね。だから、川にゴミなんか捨てちゃいけないんですよね。捨ててる人はね、それでもいっぱいいるとは思うんですけどね。で、富士山とか大きい川だけじゃなくて、その辺の山にも川にも神様がいるから、山にもね、ゴミとかは捨てられないですね。あと、トイレの神様という歌があります。これはヒットしたんで結構有名な歌です。もし聞きたかったら YouTube でトイレの神様って検索してみてください。出てくると思います。これはですね、おばあちゃんと住んでいた主人公が、おばあちゃんにトイレには女の神様がいるから、トイレを毎日きれいにしたら、自分がね、きれいになれるんだよって言われて、毎日トイレをきれいにする、トイレを掃除するっていう内容が出てくるんです。で、その後ね、おばあちゃんといろいろあってすれ違っちゃうんですけど、おばあちゃんが亡くなった後に、今もトイレをきれいにしてるよって、おばあちゃんありがとうっていうような内容になってます。トイレの神様というフレーズがちょっと珍しくてびっくりする感じがあるのかな。それで、印象に残る歌です。で、実際、トイレの神様じゃなくて別の名前ですけど、昔からトイレには神様がいると言われています。で、トイレだけじゃなくて、台所、つまりキッチンには火の神様がいます。実際にいるとか、みんながね、強く思ってるわけじゃないんですけど、おばあちゃんとかそういう存在は、そういうことを言いそうという感じがあります。だからなんかその歌もヒットしたんだと思います。あと、家の中に神棚がある家もあります。神棚というのは、神様を祀るための棚です。祀るっていうのは、神様とか仏様に使うんですけど、お祈りする場所を整えることみたいな意味ですね。神棚は神様を祀る場所です。で、そこでお祈りするわけですね。
で、神棚は部屋に自分たちより高い位置になんかこう小さいものが置けるような棚を作るんですね。で、ぜひ神棚でひらがなで大丈夫なので画像検索してみてください。なんかこう小さいものを置けるようなスペースに小さい神社みたいのが置いてある写真が出てくると思います。これが神棚で、そこに神様がいるということになります。で、神様っていい神様だけじゃないんです。よく知られているものに貧乏神という神様がいます。貧乏っていうのはお金がないってことです。貧乏神に取り憑かれた家とか人は貧乏になっちゃいます。お金がなくなっちゃいます。怖いですね。それから疫病神という表現もあります。疫病の部分はそこだけだと普通は疫病と呼んで流行ってる病気のことです。今で言うならコロナとかがそうですね。で、運が悪くて悪いことばっかりが続いている人のことを疫病神に取り憑かれているんじゃないかと言ったりします。実際は失礼なんで言わないと思いますけど、そういう表現があります。まあこんな感じで神様が自然の中や、生活の中、そして言葉の中にいる感じがあります。さっきジブリの映画、千と千尋の神隠しに神様がいっぱい出てくるという話をしました。で、見た人に聞きたいんですが、あの神様たち、唯一神の神様とはちょっと違う感じがしませんでしたか？唯一神っていうのはさっき言いましたが、キリスト教、ユダヤ教、イスラム教での神様のことです。日本の神様は千と千尋に出てくるようなイメージで、性格もそれぞれである意味、ちょっと人間っぽい感じがします。優しい神様もいれば、怒りっぽい神様もいたり、嫉妬深い神様もいます。で、あと、人の形をしているような神様もいれば、そうじゃない神様もいます。で、いい神様もいれば、悪い神様もいます。人間をこう超えた存在が神であって、良いとか悪いとか決まってないんですよね。いろいろバラエティに富んでるんです。で、日本語で神様というと、そういういろんな神様がいて、その中に唯一神の神様も入ってくることになります。なぜならば、同じ神様という言葉を使うからです。同じ言葉を使うと、どうしても同じものとして扱っちゃいますよね。そうなると、唯一神、ただ一つの神であるはずが、多くのものの中の一つになっちゃうんです。神様という日本語を使う限り、一つだけの意味にならないんです。唯一神の神様を表す、英語で表す God という言葉が日本語になった時点で違う意味になっちゃう気がするんです。英語だと God だけで使ったら、いわゆる唯一神を表すかと思います。で、例えばギリシャ神話の神様と言いたければ Greek God のように Greek、ギリシャのその前につけます。でもそれを日本語で神様とか神といえば、言葉には出ていないけれど、八百万の神グループの中の神様になります。だから、唯一神の神はこうやって唯一神のとか、唯一のとか、キリスト教のとかつけないと表せないんです。で、キリスト教の神様、ユダヤ教の神様、イスラム教の神様のような言い方をするんですが、そうすると今度はこの3つは
別々の神様のように思えるんですね。だから、これが全部別の神様だって思っている人は結構いると思います。宗教について勉強した人じゃなかったら、割と本当に結構多くの人が、キリスト教の神様とユダヤ教の神様とイスラム教の神様って別の神様だと思っていると思うんですよね。で、だからもう神様という日本語を使った時点で、その神が一人しかいないという教えと合わないんです。日本のキリスト教徒は人口の 1% 以下と言われています。で、私はここのところ急にもしかしてこの神とか神様という日本語を使っているからキリスト教が日本に広まらないんじゃないかなって思いました。一方で日本のお隣の国、韓国はキリスト教徒が 30% ぐらいだそうです。私の韓国語の先生もクリスチャンです。この違いは何ででしょうか？もしかして神様という言葉に鍵があるんじゃないでしょうか？そう思って今回韓国語での神とか神様という表現についてちょっと調べてみました。大変私の中では面白いと思うことが分かりました。韓国の皆さん、私の言っていることが間違っていたらコメントで教えてください。前に韓国語の先生に神様はハナニンというと教わりました。ハナは1という意味です。つまりこのハナニンはただ一人の方とかたった一人の方とかそういう感じでしょうかね。で、ネットで検索してみたところ、韓国語の神とか神様はその神という漢字から来ている神と元々の韓国語の神様、ハヌニン、そしてさっき言ったハナニンの3つがあるようです。で、私の見たサイトにはハナニンはプロテスタントのキリスト教が広まった時に使われ始めた言葉とありました。カトリックの人たちは神様のことを韓国語に元からあった、ハヌニンということもあるそうですが、少なくともプロテスタントの教会ではキリスト教の神様を表す名前として、今まであった神様とは別の言葉を使っているということです。しかもハヌニンとハナニンって音がすごく似てますよね。音がすごく似ているのに、キリスト教の神様の方には一つという意味がちゃんと入ってるんです。もうね、完璧だと思いました。この言葉の存在が、キリスト教が広まった大きな理由の一つじゃないかなって思いました。もちろん、社会的な理由とか、もちろんね、いろいろあるとは思います。でも、言葉が持つ印象、そのイメージの影響力って案外ものすごく大きいんじゃないかなって思いました。で、じゃあそもそも God が日本語で神とか神様と訳された経緯、どうしてそうなったのかを知りたいと思って本を借りました。聖書の日本語という本です。その本によると、なぜ神という訳語になったかは、どうやら聖書の中国語訳で神という漢字を使った、その影響が一番大きかったみたいです。中国語訳の聖書の方が先にできてるんですね。日本語訳のものより。で、聖書を中国語に訳した宣教師。宣教師っていうのはキリスト教を伝えに来た人たちのことです。の一部がその日本語訳にも関わっていたのと、あと翻訳に関わった日本の
人たちも中国語の聖書で神という言葉に慣れていたということもあるらしいですね。ただやっぱり神という訳語を使うことについてのマイナスの影響みたいのも書かれていました。特に最初の頃は神様という言葉ではそこまでの偉いとかすごいっていうのが表せなかったようです。トイレの神様とか水の神様とか何でも神様で大したものじゃないっていうイメージもあったらしいんですね。神様という言葉に。で、逆にそれがキリスト教が広まるにつれて日本語での神とか神様という言葉の意味が少し変わったということも書いてありました。大したものじゃないものではなくて、もう少しもっとすごい力を持つそういう存在みたいな、そういう意味が足されてきたみたいなことらしいですね。ただそうは言っても唯一神、つまりただ一つのという意味を表せない神様という日本語は大きい影響を与えているんじゃないかなって思いました。日本語だと神様はたくさんいる神様、八百万の神の一つになってしまうのではないかというのが今日のテーマの、神はがの意味は表せないということでした。どうでしょうか。何か思うことがあったらぜひコメントに書いてください。あとそうです。私これからはスーパーサンクスをくださった方にはちゃんとお礼を言うことにしました。今までちゃんと伝えられてなくて申し訳なかったです。デルタさんとマーク・ポールさんですね。どうもありがとうございました。感謝しております。では最後に一つ宣伝です。皆さんは日本語を話すときに発音に自信を持ててますか？またどういうふうに発音したりすればいいのか知りたいなって思っていませんか？私は、サブスクコースを作ってまして、日本語の発音、リズム、ピッチアクセント、イントネーションなどを教えています。英語で教えるコースなので、小さい2の音や伸ばす音とか、アクセントとか、特に英語母語話者の苦手とするものを多く扱っています。だからね、とても勉強になると思います。で、それだけじゃなくて、会員になってもらうと毎月発音チャレンジというものに参加できます。皆さんに文を読んでもらって、私がそれに対してここをこういうふうにするともっといいですよっていうアドバイスをします。なので概要欄にリンクを貼っておきますのでぜひチェックしてみてください。はい、では今日もここまで聞いてくれてありがとうございました。皆さん良い一日を過ごしてくださいね。また次のエピソードでお会いしましょう。